この自転車は1本スタンドなので後輪を浮かせられるスタンドを別途用意します。フロント同様キャップを取ってハブナットを緩めますが、このまま下方向に力を入れるとスタンドに無理な力がかかるので一旦下ろします。ナットのサイズは 15mm、 世間にあまりないサイズですのでモンキーでごまかしたくなりますが、そこはぐっとこらえてメガネレンチかコンビネーションを用意します。ベストなのは 15mm のラチェットレンチです。では実際にやってみましょう。見て想像できるように結構トルクがかかっていますので、モンキーを使うのは危険だということがわかると思います。反対側も同様に。おっと、こっちは内側のナットも回ってしまったので、フロント同様ハブスパナで押さえてやります。ハブスパナは 17mm を使います。少し緩めたらスタンドに戻します。ワッシャー1本スタンドも取ります。右側も同様に。ブレーキはまずワイヤー取り付けボルトから取ります。ここに注目。バネがこの突起に収まっていました。組み立ての時には当然バネを突起に戻さなければいけません。アームの固定ボルトを外しますが、外す前にそれぞれの部品がどういう位置関係になっていたかを再確認です。裏から見るとこんな感じ。ラチェットが使えるといいんですが、はまりませんのでメガネを使います。裏のナットが回ってしまう場合はレンチで押さえます。ある程度緩んだらドライバーの方が効率がいいですね。上のボルトは抜かなくてもある程度緩めるだけで十分です。再確認。このパーツはこのポジションに収まっていました。左右のチェーン引きを緩めます。ナットは外さなくて OK です。チェーンをスプロケから落とすとチェーンが長めの場合はこれだけで取れる時もあります。ですがほとんどの場合はチェーンホイールからチェーンを落とさないといけません。こんな風にドライバーとかで落としてやってください。さらにスプロケからもチェーンを落とせば十分にチェーンがたるみます。チェーンをずらして泥よけもずらせば OK です。次に付け方です。基本的に外した時の逆順ですからやってみましょう。チェーンをかけつつチェーン引きに気をつけながらハブシャフトをエンドに通して、ここでもうスプロケにチェーンを乗せておきましょうか。チェーンホイールにもチェーンを乗せましょう。ドライバーでチェーンを刃に当てつつクランクをゆっくりと逆回転。これで OK。 うまくいかなかったらチェーンカバーを外してしまいましょう。こうしてしまえば簡単です。チェーンが乗ってもたるんだままですから大雑把に貼っておきましょう。ハブナットなどを取り付けていきます。チェーン引きが所定の箇所から外れやすいですから気をつけます。再度チェーンの張りを調整したりします。このように全体をじわじわと詰めていくのがママチャリメンテに必要とされるテクですので、勘どころを押さえてスマートに作業を進めます。手で締めていたハブナットを工具で締めます。これも軽く当たる程度のところまでにします。このようにまだ動く状態です。ドラムブレーキのアーム部分をバンド位置まで持っていきボルトを取り付けます。これもまだ仮止めです。ここで間違いやすい例を。どうが間違っているか分かりますか？
この組み付けだとブレーキレバーを引くとこの金具が回ってしまいます。正しい組み付けだとしっかり止まるのに対して間違っているとこのありさま。ブレーキワイヤーを固定します。このとんがり部分に注目。ワイヤーに適度な張りを与えるためにはこのとんがりを活用してやや左方向に振っておきます。ここだけはもう本締めをしてしまって構いません。再度チェーンの張りを調整。ブレーキの固定バンド部分もよろしくずらしてやらないといけません。ママチャリチューニングは奥が深いというかいい加減な設計というか、まあ気にせずいきましょう。フレームに対してホイールがまっすぐ入っているかもチェックしてください。この作業をするためにも各部はまだガタが必要です。そろそろスタンドから下ろしましょう。ハブナットを本締めする前にドラムブレーキの固定ナットを締めることを忘れないようにします。チェーンの張りが OK ならブレーキの固定バンドも本締めします。ハブナットを本締めしてキャップをつけたら動作確認して完了です。